おはようございます。たかしです。本日は6月15日木曜日、ただいま9時12分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があれば、ポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。また、Twitter での先出し配信を始めました。条件が揃えば勝率がかなり高い配信ですので、良ければ Twitter のチェックもお願いします。それでは冷やしから見ていきましょう。現在のポンド円相場かなり難しいですよね。ただひたすら上昇しているという相場ですので、ここの冷やしの動きを見ていても分かりにくい。ここではじりじりと上昇していて、そしてズドンと上昇して、そこからの昨日はもう一段上昇になってきてます。ただそろそろ一旦の天井を迎えるんじゃないかと思ってますので、その辺は注意ですね。基本的には上昇トレンド中ですので、逆張りは厳禁なんですけれども、それでもやはり一旦の天井をいつどこでつけてもおかしくない、そういう状態には入ってきております。ストキャスティクスは高値圏、ただ強く上昇してますので、まだもう一伸びする可能性もありますね。ポンド円のボラですと2円ぐらいは平気で上昇していきますので、このまま178円、179円ぐらいまで上昇することも考えておきたいですけれども、やはり冷やし単位で見てますと、この分かりにくい上昇っていうのはついていくのは優位性がありませんので、焦ってトレードするのではなく、しっかり押しを待つことが大切ですね。もし押しをつけずに上昇するのであれば、そこは様子見するっていうのが正しいトレードですので、その上昇しているからそれに無理やり乗っていくとか、昨日の上昇に乗れなかったから焦ってエントリーするとか、そういうトレードをすると負けが増えますので注意です。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足ではこの先細りの上昇をイメージしてました。この緑のラインとオレンジのラインで挟まれたなんとなく先細りだったんですが、今そこを上抜けてきましたので、このままどんどん上昇していけるのかどうかというところを注目ですね。ただ4時間足もそうですが、ストキャスティクスは高値圏、日足も高値圏、4時間足も高値圏、なおかつマック D 上昇モメンタムが少しずつ削られてきてますので、まだ上昇する可能性はありますけれども、やはりこの状態からのロングエントリーっていうのは優位性がありません。4時間足単位で言いますと、一旦はこの辺りですね、176円とか176円を少し割るあたり、GMMA の青帯と接触するぐらいのところまでの一旦の下落を待っておきたい。現在はここにトレンドラインが引けますので、4時間足単位での上昇、大きめの上昇をイメージするのであれば、まずはトレンドラインぐらいまで戻してくるのを待つ。そこからの次の上昇の流れに乗っていくという考え方がいいです。昨日もじりじりと上昇してきてますので、4時間足単位で考えるのであれば、こういう昨日の上昇みたいなところは4時間足では一旦待ちのタイミングに入ってきますので、まずは GMMA まで戻してくる、そこからの次の上昇っていうところを焦らずに待っているのが大切です。では1時間足です。現在4時間足の目線切り替えポイントはここですね。174.348 というオレンジのライン。1時間足の目線切り替えポイントはこの紫のラインで 176.560 というところですので、まずは一旦は1時間足の目線切り替えポイント付近までの下落を待ちたいところですね。もし深く入ってくるのでしたらこの辺ですね。175.5 とか、176円を少し割るぐらいのところぐらいまでの深めの押しを待って、そして先ほど4時間足で言っていたトレンドライン付近での反発の上昇っていうのを狙っていくのがいいんですが、今のところずっとほとんど押しを作らずに上昇してきてますので、昨日もそうですよね。結果的にすごく浅い押しからの上昇になってきてますので、この先もそんな感じで上昇していくかもしれませんので、15分足とか5分足ぐらいで押しを作ったところからの上昇を短く狙っていくっていうトレードが今はいいと思います。ただし今1時間足もそうですが、1時間4時間日足とストキャスティクスは高値圏にありますので、いつ日足単位の調整の下落が入ってくるか分かりませんので、そこは考えた上でのロングエントリーをしていく必要がありますので、いつ大きく下落するかも分からないという中でのロングエントリーですので、結構リスクは高い中だとは思いますので、あまり欲張らないトレードが今はいいですね。短く押しをつけたところからの短く利益確定をするようなそんなトレードに徹していくのがいいと思います。で、4時間足ではこのオレンジのトレンドラインぐらいまで調整をつける可能性がありますので、現在からもし下落してきたとすると175円台ぐらいまで下落しますので、その辺は注意ですね。ただ基本的には上昇トレンド中ですので、その上昇トレンドに逆らうような逆張りは危険ですので、まずは下がるのを待って、そこの下がったところからの次の上昇を見ておくのがいいです。1時間足ですとストキャスティクスが昨日2回ゴールデンクロスしてますが、この辺ぐらいまでまずは待つのがいいかもしれませんね。その辺でどんな動きをするのか、プライスアクションに注目して、そこからの上昇の流れができるのであれば、その
流れについていくということで、まずは待つことから始めていきましょう。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。今週は12日の月曜日に Twitter にて投稿しました先出し配信の背景について話してますので、よければ週末土曜日に更新しますのでお楽しみに。また、初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば、値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MacD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。